チェンマイで一番大きな市場っていうのがどんな市場なのか皆さん見てみたくないでしょうか。今日はそのチェンマイ最大のワロロット市場に行って散策をしてみたいと思います。ワロロット市場が作られたのは1910年らしいんですね。なのでもう100年以上の歴史がある市場だそうです。場所は旧市街の外の東側にあります。ターペー門という門から東へ1キロぐらい行ったところでピン川の手前あたりにあります。歩くと多分10分ぐらいではないでしょうか。ワロロット市場の他にもトンラムヤーイ市場で、さらにその東隣に花市場、北側にはナワラット市場、西側にはモン族市場、ワロロット市場を中心にしていくつかの市場が集まって、でその辺り一帯を総称してガートルアンというふうに地元では呼ばれているそうです。大きな市場みたいな意味があるそうです。この道の先は Y 字路になってるんですけども、そのちょうど突き当たりの一角ブロックがワロロット市場です。で、動画を見て初めて気がついたんですけど、なんか屋上にウルトラ警備隊の基地みたいなのが立ってますよね。で、あれ調べたけどね、何かよく分かんなかったんですけども、あれ何なんでしょうね。とにかくあのタワーが立ってるこの一角がワロロット市場になります。でね、市場のすぐそばまで来たんですけど、ちょっと様子が変なんですよね。こんな感じで通行止めになってるんです。こっち行けますかって言ったら通してくれたので、どうも自動車は入れないみたいな感じだったみたいですね。ただもうここの市場はもう何度か来てるんですけど、今までこんなことなかったので、やっぱりね、いつもと違うんですよ、確実に。ここにも車止めというかフェンスがあるでしょ。でこの先の道もやっぱりね、なんかね、様子が違うんですよね。雰囲気が違う。この辺りは普段からにぎわっているので活気はあるんですけども、それともまたやっぱ違うんですよね。なんかね、お祭りみたいな雰囲気なんです。なんだこれ、知ってんのと違うな。そんな感じでちょっと戸惑いつつも、まずは自転車を止めて歩いてこの辺り散策して、その謎を探っていこうと思います。自転車を止めながら早くも謎が解けました。この日は1月23日だったんですけども、その前日1月22日が春節だったんですね。春節っていうのは中国の旧正月のことです。で、タイでなんで中国の春節なんですかっていうと、タイは結構中華系の人って多いんですよね。どの町に行っても中華街っていうのが結構ありますし、なのでこうやってタイ全土で中国の春節っていうのが盛大に祝われているようです。こうして道を歩いていると、チャイナドレスだとか中国服を着た人をちらほら見かけるんですよね。で、これは日本でもクリスマスの時期になると、ピザの配達の人だとかカーネル・サンダースがサンタクロースの格好をするみたいな、そんな感じなんじゃないかなというふうに思います。今この通りは左手がワロロット市場、右手がトンランヤーイ市場の間の道を北に向かって歩いています。ちょっとワローロット市場の中に入ってみましょう。このワローロット市場は1910年に作られたそうなので、もう100年以上の歴史があるということになります。日本でいうと明治の終わり頃ですね。それ以前は王室の火葬場がここにあったそうです。ワローロットっていうのはその1910年頃の当時のチェンマイの王様の名前から来ているそうです。500店舗以上のお店が軒を連ねているそうです。で、実は1968年に火事で全焼してしまったそうなんですね。で、その時に中華系のタイ人のニマンヘミンさんっていう、お金持ちだったと思うんですけど、その人が資金を出して建て直されたそうです。そういったことからもこのワローロット市場っていうのが中国とゆかりがあるので、この春節も特に盛大にお祝いされているんじゃないかなというふうに思いました。ここは仏教のお守りを売っているお店です。
このお守りはプラクルアンっていう風に呼ばれているそうで、日本のお守りって1年間持ってて初詣の時とかに神社とかお寺に返すっていうのが一般的だと思うんですけども、タイではお守りはずっと持つことでその人の念だとかパワーっていうのが溜まっていくっていう風に考えるそうです。なので古いものの方がそれまでの持ち主のパワーっていうのがどんどん蓄積されているので、より価値があって高値で取引もされているみたいです。で売買とは言わずに借りるとか貸すとかっていう風に呼ぶそうです。しかも自分で買うよりも人からもらったりする方がより効果があるっていう風にも考えられているみたいです。ちょっと地下にも降りてみましょう。ワロロット市場の地下1階にはモン族の民族衣装やお土産を売っているお店がありました。モン族というのは中国、ベトナム、ラオス、そしてこのタイの山岳地帯に住む少数民族です。もともと言語を持っていなかったそうなので、文化や伝統を刺繍で描いて継承していってたみたいなんですね。なのでこういった独特な、そして細かい刺繍の技術というのが育まれていったみたいです。こうしたフードコートもありました。ここにはシャン族の料理が食べられるお店もあるそうです。シャン族というのはタイヤイ族とも呼ばれて、インドのアッサム地方からミャンマーの北部、そして中国の雲南省にかけて居住している民族のことです。シャン族料理は他の店で食べたことがあるんですけど、この豆腐を揚げたみたいなものはズバリ豆腐を揚げたものなんですけど、日本の豆腐とは違ってひよこ豆が原料となっているみたいです。外はカリッとしてて中はとろっとしていてとても美味でした。ワロロット市場の1階に戻ってきまして、次に訪れたのがボンベイというインドの食材だとかスパイス、ハーブなどを売っているお店です。特に人気なのがモリンガオイルというピュアオイルだそうです。モリンガというのはインドや東南アジアに生息している植物で、その種から抽出されたオイルだそうです。酸化しにくいらしいんですよね。なので美容の効果がすごいということで、どうもクレオパトラもこのモリンガオイルを愛用していたという話もあるそうです。次にやってきたのがお供え物を売っているエリアです。タイではこういったお店本当によく目にするんですよね。こうした仏像だとかろうそくとか線香をたくさん売っています。で面白いのがこういったお札だとか車だとか家などを形取ったものとかもあるんですよね。仏教ではお布施とかお供え物をして徳を積むみたいな考え方があるので、こういった富の象徴をお供えすることでご利益があるっていうことなんだと思います。あと金と銀のものだけ扱っているという生かしたお店もありました。また同じところをぐるぐるとしている気がするんですけど、さあワローロット市場をぐるっと見たので、ちょっとまた外に出てみましょう。このさらに北側にもナワラット市場っていう市場があるので、ちょっとそこにも行ってみましょう。ここもこんな感じでフェンスで車が入れないようにしてありますね。あとはステージだとか大きなモニターなんかもあって、ここでカラオケ大会でもするんでしょうか。でここを入っていくとナワラット市場になります。ナワラット市場はかつては船着き場としてかなり栄えていたらしいんですよね。この右側にピン川っていう川が流れていて、その川はずっと南下をしていて、途中でチャオプラヤー川っていう名前に変わって、そしてバンコクまで流れているそうなんです。今でこそバンコクとチェンマイっていうのはもう飛行機だと1時間ぐらいで移動できちゃうんですけれども、飛行機のない時代というのは川というのが重要な物流だとか移動の手段だったんではないでしょうか。ここを左に曲がるとさらに市場が続いているようです。この道路の先がピン川です。ピン川っていうのはこんな感じで結構大きな川です。大雨が降った後なのでこんな茶色い色をしているのかなと思ったんですが、他の日に見てもこんな色だったので、もともとこういう茶色い川のようです。今度はピン川沿いに南下をしてみましょう。右手に見えるのが花市場です。ここはもう花屋さんがずらっと並んでいる通りです。
部屋に飾ったりプレゼントにするような花っていうのももちろん売ってると思うんですけど、タイではお供え用の花束だとか花飾りっていうのも結構たくさん街中で売ってるんですよね。でここでもそういったたくさんの花が売られています。でちょっとここから中に入ってみましょう。建物の中に入るとやっぱり光が届かないんでしょうね。こうやって薄暗いので蛍光灯がこうこうとつけられたりしています。あとやっぱりちょっとひんやりするんですよね。この右手に白い建物が見えるんですけど、ここがねトンランヤイ市場だと思います。で左手にさっき表通りにあった花市場があって、ちょうど間の何ですかね、場外市場みたいなところじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと建物の中に入ってみましょう。タイではこのテイストの人形をすごくよく目にするんですよね。例えば日本で言うとこけしだとか木彫りの熊っていうのは大体同じようなスタイルっていうのを持ってますよね。タイではこの様式っていうのが何か意味を持っているんでしょうか。2階に行けますよっていう看板が出ていたので、ちょっとこの階段を登ってみましょう。階段を上りきると服を売ってるみたいですね。タイパンツだとか巻きスカートとか民族衣装などがたくさん並んでいます。2階に上がってきました。ドライフルーツですよね。大きい扇風機、あとこれは仏様にお供えする用のいろんなろうそくとかそういうのを売ってます。建物の中は吹き抜けになっていて、外からの光が入りやすいようにするためだと思うんですけど、この斜めの屋根がかっこいいですよね。さっきのところはタイの伝統的な柄が多かったんですけど、この辺りは現代的な服が多いです。島村っぽい感じです。ベイヤー N ソットトンランヤイ市場の1階はお茶を売っているお店が結構多かったんですよね。茶葉だけじゃなくて花とか果物を乾燥させたお茶っていうのも結構多かったです。でタイはですね、カフェに行ってコーヒーを注文するとお茶とかハーブティーが一緒に出てくるっていうことが結構多いんですよね。なのでそのぐらいタイではお茶を飲む習慣があるのかなというふうに思います。でお茶以外にもこういった果実とか、あるいはその皮を乾燥させたものも売っていました。でこれちょっと調べてみたんですけど、何かよく分かんなかったんですが、おそらく漢方薬のようなものだと思います。これ何かわかるでしょうか。サトウキビみたいなんですよね。絞るところはちょっと取れなかったんですけど、この向こう側からサトウキビを通して、で絞りかすだけこっち側に出てくる仕組みみたいです。で絞ったジュースをああやって売っているようです。でこういった食べ物の屋台もたくさん並んでいました。南部の酸っぱいスープっていう風に書いてあります。タイの南部料理っていうのはタイ料理の中でも一番辛いらしいんですよね。唐辛子が乗ってたりして見るからに辛そうです。タイは養蜂が盛んらしいので、蜂蜜が安いだけじゃなくて、こうして蜂の巣だとか蜂の子市場とかで普通に売ってたりするんですよね。ちなみにこれで1000円ぐらいです。ワロロト市場の周辺のクワンメン通りには布屋さんも多いんですよね。10センチ単位ぐらいで測って好きな分だけ買えるので、ブランケットとか膝掛けにできるようなタイコットンを2メートル分ぐらい買いました。確か800円ぐらいだったと思います。あと食器屋さんも多いんですよね。で特におすすめなのがこういったね、放浪製品です。どうですかこの可愛い色。
レンゲとかスプーンみたいなものまであります。であとはこの積み重ね式の弁当箱もすごい可愛かったです。インスタ映え間違いなしなので、チェンマイを訪れたらお土産にいかがでしょうか。チェンマイのワローロット市場でした。この迷宮感が伝わったでしょうか。もうこれで市場終わりかなとか思うと、またさらになんか謎の通路みたいなのが現れて、でまたその奥に市場が広がっているっていうことがあります。でもう一回あそこに行こうと思って探すと全然行けない、どこか分かんないということが多いですね。さあこんな感じでワローロット市場を散策しました。ありがとうございました。さようなら。とか言いつつ、自転車をどこに置いたかを忘れてしまって、で覚えてるんだけど、その場所まで行けないんですよね。こっちだったよなと思って行ってみたら全然違うところに出ていたりで、無事自転車にたどり着けるでしょうか。ここだ。よかった。自転車に戻ってこられました。この先に止めたのです。では今度こそ本当にありがとうございました。さようなら。